スッキリヨハネの目視録、週末の2300日、その2。皆さんこんにちは。前回は、ご覧の赤で点滅している週末の期間が、2300日であることをお伝えしました。今回は、この2300日の中の日割りについてです。そこで、点滅部分の週末の期間を横に引き伸ばして、2300日が見えやすいようにしておきます。さて、週末の日割りについては、ダニエル書とヨハネの目視録に、その日数が書かれています。まず、ダニエル書の終わりに書かれている記述を見てみましょう。上空の犯罪が取り除かれ、荒らすに組むべきものが立てられる時から、1290日が定められている。待っていて、1335日に至るものは幸いです。この箇所は、イエス・キリストがダニエル書に言及して、次のように述べられたその箇所です。預言者ダニエルによって言われた荒らすに組むべきものが、聖なる場所に立つのを見たならば、読者よ悟れ。その時、ユダヤにいる人々は山へ逃げよ。ここに書かれている荒らすに組むべきもの、とは、意外な人物ですが、それは後でご説明するとして、今は、ダニエル書に出てきた日数、1290日と、1335日に注目しましょう。これらの2つの日数は、その始まりの起点が共通であることは、文脈から明らかです。そして、待っていて、1335日に至るものは幸いです、とあることから、この1335日の終わりは、聖女の回復の時、つまり、週末の終わりに一致する、ということが推論されます。それで、このように移動して、最後を合わせれば、その位置が確定します。さて、もう一つの日数が、ヨハネの目視録に書かれています。それは、週末の獣と呼ばれる人物が活動する、1260日です。その部分を見てみましょう。この獣には、また、体言を吐き気が仕事を語る口が与えられ、42ヶ月の間、活動する権威が与えられた。ここには、42ヶ月と書かれていますが、聖書では一月を30日として計算して、42ヶ月、かける30日は、1260日となります。同じ期間が、ダニエル書には次のように書かれています。彼は、意図高き者に適して言葉を出し、かつ、意図高き者の生徒を悩ます。彼はまた時と立法とを変えようと望む。生徒は一時と、二時と、半時の間、彼の手に渡される。ここにある、一時と二時と半時、とは3年半のことで、聖書における1年を360日として、3.5年、かける360日は、やはり、1260日となります。これらは、例によって言葉の置き換えであって、1260日と、42ヶ月と、一時と二時と半時、はどれも、1260日を表しているわけです。というわけで、この1260日がもう一つの期間なのですが、これを週末のどの時点に当てはめるのか、ということを次に考えてみましょう。これに関連して、先ほどの、キリストが、ユダヤにいる人々は山へ逃げよ、と言われた時のことは、ヨハネの目視録には、次のように書かれています。竜は、自分が地上に投げ落とされたと知ると、男子を産んだ女を追いかけた。しかし、女は自分の場所である荒野に飛んでいくために、大きな鷲の二つの翼を与えられた。そしてそこで蛇から逃れて、1年、2年、また半年の間、養われることになっていた。蛇は女の後ろに水を川のように、口から吐き出して、女を押し流そうとした。これはつまり、竜、あるいは蛇、と言葉が置き換えられているサタンが、女、と言葉が置き換えられているイスラエル民族を追いかけ、水、と言葉が置き換えられている軍隊を送るということですが、その後から、3年半、つまり1260日が来るということを示しています。ここから推論すれば、
キリストが山へ逃げよ、と言われた時点を追いかけるように、1260日が来るということがわかります。それで、1260日は、少し後の、ここに配置すべきであるということが、明確にわかるわけです。また、キリストの言われた荒らす憎むべきもの、とは、実は、サタンのことであるということもわかるわけです。読者よ悟れ、と言われたのは、このことです。さて、以上のタイミングをまとめると、週末の2300日の期間は、図のように、4つの部分である、965日と、30日と、1260日と、最後の45日に分かれることがわかります。そして、30日の部分は、イスラエルの、山、言い換えれば荒野への逃避期間であり、1260日の部分は、週末の獣の活動期間であるわけです。そして、ヨハネの黙示録を読み進めていくとわかりますが、最初の965日の間に、第一の災いの期間である、5ヶ月があり、1260日の期間が第二の災いの期間であり、最後の45日の期間が第三の災いの期間になっています。これら3つの災いの期間の開始終了の切れ目の時点では、ヨハネの黙示録の中で、例えば次のように、明確にその文書中に切れ目が示されています。第一の災いは、過ぎ去った。見よ、この後、なお二つの災いが来る。つまり、ヨハネの黙示録の文書的構成は、第一、第二、第三の災いという重要な区切りがある、ということですね。7つの封印、ラッパ、8という区切りは非常に目立つのですが、この3つの災いの区切りも大変重要です。かなり駆け足できたので、一度では理解が難しいかもしれませんが、この結論である、2300日の日割りを認識しておくことは、ヨハネの黙示録の理解に大いに役立ちます。さて、次回は、2300日の聖句箇所から、最高の頂上階段についてお伝えします。